高齢者全般に言えることなんですけど、大きなその人生の転機として退職っていうものがあると思うんですね。仕事の職場を中心にあらゆるものが構成されていたものが一気にリセットされて、それを全て失っていく。研究の中でも退職前後でですね、所属集団1つ失ったり2つ失うということがどれだけ健康リスクにつながるかということも示されています。体もまだ元気、知識や経験もいっぱいある。でもそれをどういうふうに活用していいかわからないっていう時に、自分の使ってきたものをいかに発揮できるようなプラットフォームとして、場としてメンズシェッドは新しい仲間を得てですね、共に生きていく場所、共に活動していく場所として価値や意義があるというふうに考えています。熊本県水上村は球磨川の源流に広がる自然豊かな山あいの村。ここに地域の交流拠点よろおやがあります。今日も人が集い学び合う温かなつながりが生まれています。収穫したそばの実のとうみがけ作業です。そばは作ったらメンバーにはお裾分けするんですけど、地域の人を呼んでこう振る舞いで、もちろん今年のそばもいっぱいできたからこう販売はする。よろやは男性中心に集まってるんですけど、立ち上げていく中でやっぱりメンバーと話していく中で一番キーワードになったのが、まず自分たちが楽しむ、楽しんでたらみんな集まるよねっていうようなスタンスでいこうっていう話があった時に、やっぱりこう自然と楽しいことやってたりとかしてると、それ口伝いに聞いて草の根的に広がっていって、こうやっぱり地域の方々からこういうこと手伝ってほしいとか、ちょっとボランティア的な感じとか、地域の中に溶け込んだコミュニティにどんどんもうあっという間に変わっていって、それ見た時にこういう場所が自然と孤立孤独作らなくなっていくんだろうなっていうのはなんか肌感覚で感じたので、孤立孤独を解消するためにシェッドやるじゃなくて、むしろその作らない環境の一つのセーフティーネットの役割をこうよろやで作っていけばいいんだねっていうところが、メンバーと共通意識で、これ社会的孤立、孤独、老人の予防って最初ね、そういうのを考えてる人誰もいないって、みんなで楽しくやろうっていうのがうちのスタンスだから、いろいろ難しい話とかなんかいらなくて、そういう集まりができるっていう感じ。最初からなんかこういうメンズシェッドの話ですよとかなったらなかなか厳しいんですよ。みんなが構えちゃうんですよ。中身はちょっと伝えただけで、あとはもう飲みながらって、まず最初乾杯だもん飲みながらこう分かりやすくって言って簡単に言ってたら、そしたらみんなそれにほら乗ってっていうか、面白そうやな、ほんならいつ立ち上げるとかって何回か飲み会をしながら話して、うちの会の名前を何か決めようって話になって、よろやって皆さんで集まってみようかっていう、そういう意味なんですよ。方面でですね、よろやってでしょ、いいねって話で、字はどうするって言ったら、夜に野郎の郎にやるんです。最初のほら役員決めとかあるじゃないですか。会長とか会計副とか決めんといかんでしょ。会長とかなんかしたらほら誰もしないんですよ。だから野鳥とか会計は勘定型とか、なんかそういう設立の話がある時から立ち上げのメンバーとして木島八千代から指名受け取ったので、誰もが歓迎されサポートを受けられる開放的で有効な環境を目指そうと、よろやの理念。よろおやには3つの誓いがあります。1、他のメンバーの活動に迷惑をかけることはしない。2、他のメンバーの思いを否定せずに受け止め、寄り添った発言をする。3、新しいメンバーや困っているメンバーをサポートし、友好的な雰囲気を作る
そうです、最年長です。来る会があるっていうからだ。楽しいですよ。もう私は年だからね、あんまり仕事はできませんけど、酒飲んだり、いろんなこと、できることだけ手伝ってやってます。やっぱ会計出して集まってないやつってよくわかりませんよな。週に1回の後に挨拶するって。最初やったのが、こっちは竹がいっぱい多くて、じゃあ竹炭を焼いてみようかという話は私が最初。何かで収入を得なきゃいかんっていうのもあって、竹炭を焼いて売ろうか。メンズシェッドって書いたちゃんと炭の箱を製品用に作ってあって、それを長さに切って詰めてキロいくらで売る。今は、竹炭でしょ。それに田植えもするんですよ。ビニールも作ったやつも販売する。とそば作り。基本3つは年間であるんですね。竹灯籠を作る。鎧屋にそういう竹ないですかって。北極火山からの要望なんですよ。北海道ってああいう竹ないらしいですよね。じゃあどういうぐらいのどんな感じですかって言ったら写真も送ってもらったんですよ。こんな感じですっていう灯籠がね。だからそのぐらいだったらもういくらでも送れるって言ってからね、いっぱい送ってる。身近というよりは身近な交流があるんですよ、北極炭とは。目指すところが一緒なもんで、あんまり難しい話もせんでも分かるっていう。オーストラリアで最初スタートしたのも、田舎の地方でスタートしてるっていうところもあって、取っかかりやすさがもしかしたら地方にはあるのかなっていうのはもちろんちょっとイメージはしてたんですよね。でやっぱり特に男性っていうところで言うと、結構こっち公銀って言って、いわゆるお酒飲み集まり仲間みたいな。そういったのでコミュニティがちょこちょこあるけれども、なかなか地域の介護予防事業であったりとか、そういった予防事業とかには男性は参加してないっていうのは、男性ってじゃあどういったところでコミュニティで参加していきたいのかっていうことを考えた時に、やっぱりシェットの理念の中で一個あるのが、いかに心理的安全性を担保するかっていうところなんです。そういう意味では自分たちが言いたいことも言えて、でそれも認めていただけて、ただそこで喧嘩が起きないように緩くつながるっていうか。そういうスタンスが保ちやすいっていうのは、ある程度遅延がある地方部の方がマッチしやすいのかなっていう感覚はあるんですけど、それ都心は都心部でやっぱり違うコミュニティの作り方っていうのがあると思う。非常に楽しかったですよ。いろんなこともうこういうそば打ちだけじゃなくて、お米作ったり炭を焼いたり、いろんなことをしてもらう。活動範囲もさっきの3つだけじゃなくて、学校の行事に参加したり、キャンプ場のイベントに参加したり、村の祭り、それにおいらが山飯を焼き出したり、つかみ取りさせたり、そういうことで夜をやという看板っていうか、皆さんが知ってくるっていう、地域貢献もやってるんですよ。ただ家で遊んでるよりも体を動かした方がいいっていうことだけで来てます。他は何にもない。一人すごく鎧屋の周りを徘徊する高齢者の方がいて、いつも徘徊されてて、仙人みたいにひげ伸ばしてる方がいたんですけど、たまたまその方が鎧屋の方に近づいてこられて時に、メンバーが入らんねって声かけたのが実はきっかけなんですね。その方が入ったのは日中もいつも飲んでて、で外歩いてるような方だったんですね。でその方がある活動に参加した時に、やっぱりどうしても刃物を使ったりもするので、メンバーが刃物使うから飲まんで次おいでと声かけたら、分かったって言って次から飲まないで来るようになったんですよね。でそこからみるみるシャキシャキ歩くようにもなって、周りが見てるそのメンバーが変わったねって、なんとかさん変わったねって話すようになって、で実際に僕も健康調査という形でですね、データ取らせていただいてますけど、やはりその方身体的にもメンタル的にも改善傾向っていうのがシェット入って1年ぐらいでそういうのが見えてきたりしてたので、やっぱりそういう人のつながりっていうのがきっかけになって、それ実際、孤独感とかも激減してたんですけど、もう明らかに改善してる。他にもいろんな調査してて、特に退職者の方、もう退職目前にされてる方で、それから退職して1年後とか、そういった方々の測定とかもさせてもらってるんですけど、退職前っていうのは
やっぱりなんとなく不安があったりして、で退職前まだその会社の中でのコミュニティっていうのがあって、その時は全然いいんですけど、退職後にコミュニティがぐって減りますよね。その時にそのメンタルヘルスの数値っていうのがちょっと落ちて、でまた1年後に測ったら、また今度は住んでいる地域の中でもコミュニティがまたちょっと増えてる。その増えた状態になった時はやっぱり逆に今度メンタルヘルスのところは上がってるっていう、そういうケースとかも何例もこの村内だけでも見れてて、退職後の男性のこの孤立孤独っていうところはこういったところにも顕著に出るのかもしれないなっていうのは今なんとなく思ってるところですけど。まあ70超えまして、じゃあ僕は何をするのかなっていう考えでいたもんだから、どういうグループだろうと思いつつ入ったら偉いね、楽しくいろんなことやってるんですけど、竹の炭で巣を作ったりとか、ね、そういうのを今まで経験がなかったもんだから、こういうグループいいなと、みんなのためにして、私たち自分のためにもなるんですよ。人のためにもなるし、自然にマッチしてるから、そういうものを体験して皆さんに伝えるというのは、私にとってはこの残りの人生で80までは活動できるかなという考えでおります。相手があいつら面白いことやってるなって、俺もちょっと興味あるから話してみようかなとか、向こうから入れてくださいっていう部分については誰にも拒まずに加入をさせて、面接も何もない。その代わりみんなで了解取るよ。この人が入りたいという場ってどうねっていうのは。そしたらみんながもう全然いいよと。あんまりこっちから誘ってっていう感じじゃないのよ。面白そうだなって好きで入らんと長持ちしないような感じがする。実は去年一人メンバーの方がお亡くなりになって、でその時に奥様からですね、メンバーの方にも私の方にも本当いい会を作ってくれてありがとうございますと、本人ものすごく楽しみにいつも言ってて、で病気になって寝ている時も行けるなら行きたいっていうことをずっと言ってたんですということで、本当ありがとうございましたって言っていただいたんですよね。でやっぱり研究者としてっていう感覚で絡んでたら、なんかこういうのってあんまなかったのかなって、本当にそこに入っていく、支援者、かつ、なんだろう、一部メンバー間、もしかしたら僕持ってるかもしれないんですけど、誰か本人たちだけじゃなくてですね、それに関わる家族であったりとか地域の人たちがちょっと笑顔になってくれるとか、ちょっと良かったなって思ってくれてるところを感じれたのはすこぶる今回嬉しかったことですかね。これは多分実際に関わっていかないと、研究者としてじゃなくてですね、そこに入っていかないと難しかったのかな、こういう感情にはならなかったかなっていうのを思ってます。シェットが新規メンバーが孤立しないように、もう既存のメンバーがくっついて、で例えば何か困ってることとかあったらサポートするとかですね、いろんなことを教えるとか、その新しいメンバーを他のメンバーにつなげるとか、でそういう役割があるので、それがなんか鎧屋とかはすごくそういうのをきちんと決めなくても緩やかに自然に回ってるっていう。はい、じゃあこの作業を今から始めましょうって号令を誰かがかけて始まるんじゃなくて、みんなが緩やかに、あれタバコ吸ってると思ったらなんか緩やかにそっちに向かっていくみたいな、そこがすごいですよね。でみんながなんかそれぞれなんていうんですかね、リーダーシップを持ってて、自分たちが満足するぐらいやって終わるみたいな、その満足感って結構高いんじゃないかと思うんですよ。もうみんなが自分のタイミングで始めて自分のタイミングで終わるみたいな、あれはすごくいいなと思って見てますね。鎧屋は男性の孤立を防ぐだけでなく、よって語って助け合う地域全体の助け合いの拠点となっています。水上村に2つ目のシェットが誕生しました。暖かくて頼もしい男たちの居場所をテーマにした新たな拠点です。うちらはやっぱり
自分が今の年齢になるまで地域にお世話になってきたと。ということは地域に恩返しっていうかな、ありがとうっていうこっちの言葉ではだんだんやと、だんだんなとかね、ありがとうっていう意味だから、だんだんやがいいかなと、温かい男のね館にしようかみたいなそういう当て字で名前が決まった。だからお互いありがとうっていう感謝の気持ちで、集まっていろいろやっていこうかと。最初は養老屋さんの方がスタートになって、やっぱり地域に根付くようなコミュニティになってきて、それ見てたメンバーの一人の方がこういったのがもうちょっと他にも近くにもできたらいいねっていうことがまずスタートなんですよね。水上村の特徴として3地区それぞれに地域の特性っていうのもあるので、そしたら分けてまた岩野地区に作ろうかっていうので、岩野に関しては説明会を実施してますね。説明会に実際に興味があって集まった人たちでスタートしてるっていうのがだんだん屋になります。村っていうところになってくると、よその地域から入ってくる若い世代の方とかもいらっしゃるんですよね。で意外とその人たちがコミュニティに困ってたりとか関係性を求めてたりとかする方もいらっしゃるみたいで、そういった方々がぜひメンバーにということで言われる方は多いですね。まだ現役で仕事されてる方も40代からそれこそ80代までかなり幅広くだんだん屋の方は参加されているので、そういう意味でまだ様子見っていうスタートですかね。ここの岩野地区にもそういう同じじゃなくてもやっぱし地元のある程度若いとか年配の人間が一堂に会してですよ、なんか岩野のこの岩野地区のためになったらいいなという気持ちがあったもんですからですね。でそれを基本的にあとはそれぞれ例えば巣箱を作って公園の木に設置したりとかですよ、椅子がないなっていうことになればここで椅子を作ってそこに設置するとか、あんな早くから一番初めからそういう大きな計画を立てていったらもう長続き専門ですから、もう一番初めするのはこの施設の周囲を環境美化をするとかですね。手っ取り早くやるのはやっぱ長い椅子なんかを作ってするとかですよ。それから始めていけばそれいろんなことが出てくるんじゃないかなと考えています。定年退職して帰ってくると周りに同じような経験をした人ね、退職して帰ってきたけども何していいかわからんと。まず始めたのは、工芸を始めたのかな。同じぐらいの年齢の集落の人です。70ぐらいになってからね、じゃああと何年10年ぐらいあるよなとかね、そういうことを考えた時にじゃあ何をするみたいな感じになってくるわけ。そしたらなんかあんまり縛られないでギスギスした形じゃなくてラフなね形で活動ができるようなものがいいかな。うちらのところでは地元で木工関係とかね、大工修行した人とかそういう人たちが案外いるもんでね、よろやと違うけどもうちらは木工関係で走ってみようかと。機械関係も揃ってるからやろうとすればどこでも。だから来年は何しようとかね、何年後には何しようとかそういうことは決めない。そういうことを一緒にやりたいっていう人が集まれって言った感じで集まっただけよね。林業というか木材会社の方に丸太を扱う仕事をしてたんですけど、みんなとどういうのができるのか、どういうふうにやっていったらいいかですね、楽しみです。みんながどうやってくれるのか。村内で初めて横展開というか村内の別の地域でやるっていうことでシェットガンで喧嘩をせず刺激し合ってですね活動的になっていったら面白いんじゃないかなっていうのは見てます。でなんかちょっとハブみたいな感じに僕がなればいいかなっては思ってるんですよ。なかなか交わってない人たちがいて「なんとかさんどうですかなんとかさんどうですか」みたいな感じで話してたらいつの間にか2人がしゃべりだしたりとか、なんかそういうのはちょっと狙ってやったりとかはしてますけど、基本的には皆さんが主体的にやってもらうように動いてますけどね。
だんだんと鎧屋って離脱っていうか大会規定がないんですよね。なのでなかなか来なくなったりとかした時にはやっぱりメンバーがなんで来んかなって体調悪いのかなって、気にしだす。そこに例えば僕たち支援者側がいたりとか行政側が携わっていることで何かあったかなってシェットがその社会的孤立孤独も含めてですけど健康面含めてセーフティーネットになってそれがいっぱいその村内にある状態ができるとアウトリーチしやすいですよね、そういう人たちに対して。支援者としてじゃあこのシェット活動を広げようって思ったらいかにこう黒子に徹するかっていうか、表に出ないっていうか、結局自由度が高くて自分たちで自主的にやるっていうことを目標にしているグループなので、必ず決定権をメンバーにしっかり最初から根付かせていくっていうのは支援者スタイルとしては絶対必要かもしれないですね。シェットから生まれる孤立孤独があるのはすごく嫌だなっていうのはずっと思っているので、そういうのが発生しないようにするためにはシェットだけじゃなくてその地域の他のコミュニティの情報も支援者側としてはやっぱ知っておく必要あるし、そういう意味合いでシェットの設立場所の量も含めて考えていく必要あるかなとは思ってますけどね。みんながほらやりたいという時にやればいいわけ。もう非常に自由で。新しい看板をメンバーたちが手作りします。水上村の2つ目のシェット、段々屋の決断式です。はい、乾杯！新たなつながりが村を元気にします。こういうシェットが存在して、そこでメンバーが集まっていろんな活動とか、コミュニケーション生まれるわけですけど、それが彼らにとってどういういい影響を及ぼしているのかというのを、いろんな専門分野の人が集まっていろんな側面からですね、シェットにはこんないい効果があるということをどんどん社会に提示していくと。我々からするともう何十年も先輩でやっぱ社会でずっとやってきてるわけですよ。あなた方ほどの人生経験とか、いろんなものをお持ちの方々だったらこれだけ集まったら何でもできますよねと。私たちはそれを裏方的に少しサポートしてあげるだけでもう全てうまくいくはずで、単純に人生の先輩に任せた方がいい局面ってすごくたくさんあるんですよね。彼らが持ってるポテンシャルを生かせるすごくいい場所だなと思ってるんですけど、それがシェットだと思いますね。まだまだこれからの取り組みなので、それぞれの今あるシェットがまず活動を充実させて、そこでメンバーの方たちが楽しんでですねやっていただければ、それを見て周りの人たちは多分羨ましくなって、自分のところにも欲しいとかですね、やってみたいとか、そういう人たちが出てくると思うんですよ。なので我々が無理やり数を増やすっていうことではなくて、皆さんが楽しく活動してくだされば、それがおのずと将来的な数にはつながってくるのかなと思ってますね。